やあみんな、塾だよ。今回はマキタのインパクトドライバー TD001G を修理していくよ。じゃあ早速本編行ってみよう。こいつが TD001G だよ。動作確認をしていこう。出品者曰くバッテリーが入らないってことだったんだけど、バッテリーは入るし動作はしてるね。動作はしてるんだけど LED がつかない。モード切り替えはできるようだ。あれ？ LED ついたぞ。あと見にくいんだけどハンマーがぐらついている。とりあえず分解といこう。分解していこう。まずはリアカバーの2箇所のネジを外す。そうするとローターを引き抜くことができる。ローターガタガタだな。冷却ファンも動いちゃうし、ベアリングもガタが来ている。ハウジングはラベル側8箇所のネジで固定されている。ハウジングを開けてっと。これがインパクトドライバーのレイアウトだ。覚えておこう。ハンマーケースと回路をハウジングからまるっと外そう。これがインパクトドライバーの回路だ。ステーターにトリガースイッチ、LED は交換だな。回路をばらしていこう。こいつはコントローラーからステーターコイルを外すことができる。取ったネジはなくさないようステーターコイルに戻しておこう。コイルが取れた。スイッチ類は爪を押して LED はそのまま引き抜こう。とりあえず回路が分解できた。
ハンマーユニットを分解してみよう。まずはカバーを取ってっと。ビットホルダーを分解するにはまず先端のスナップリングを外す必要がある。ホルダーを分解してアンビルの中のボールを取ろう。こいつスナップリングが2つあるな。こいつも外してっと。スナップリングが外れん。取れた。さてハンマーケースの蓋を開けていこう。あれ、こいつ蓋の六角が 32mm じゃん。 32mm のソケットなんて一つしか持ってないよ。とほほということで 32mm のソケットを2つ用意したよ。ハンマーケースの蓋は時計回りに回すと緩めることができる。ハンマーはケースからボロッと取れる。優勢ギア周りを分解していこう。ギアに欠けはなさそうだ。さすがにハンマーは摩滅してるな。しょうがないか。ホルダーを外せばアンビルはスポッと抜けるよ。アンビル側も結構へたってるな。軸ブレはどうなんだろう。ハンマーの分解はここまでにしよう。ハンマーユニットを組み立てるよ。ハンマーケースは新品にしてみた。まずはこいつをグリスアップしてやろう。次にハンマーをグリスアップしてっと。そのまま優勢ギアを組んでいこう。アンビルもグリスアップしてケースに入れてやろう。ケースにハンマーとインターナルギアを入れるよ。蓋にもグリスを塗っておこう。おっと、ここで間違いだ。何気なくオーリングを蓋の外周につけちゃったけど、本当は内周側につけるのが正しいよ。
ハンマーケースの蓋を閉めよう。ハンマーケースの蓋は反時計回りに回すと閉めることができる。ケースの蓋は逆ネジになってるんだな。蓋を閉めたらビットホルダーを復元しよう。ハンマーユニットの出来上がり。インパクトドライバーを組んでいこう。今回新しく購入したのがハウジングを含めてこれだけ。流用できたのは反対側のこれだけだ。気を取り直してまずは回路を組んでいこう。ネジは古いステーターについてやるやつを使おう。この小ネジ頭が潰れとる。ということでなんとか他のジャンクから小ネジを取ってきたよ。これでステーターが組めるぞ。バッテリーコネクタを接続してっと LED やスイッチ類も先に組んじまおう。回路が組めたらまるっとハウジングに収めるよ。あれ ?LED ってどうやって組むんだっけ？こいつの LED は側面につけないと。こんな感じかな。ステーターをつけてトリガースイッチもつけてっと。回路をハウジングに収めたらハンマーユニットをハウジングに収めるよ。組み上がりはこんな感じかな。ハウジングを閉めてっと。そしたらローターを入れてやる。リアカバーを閉めたら完成。しだするよ。うおう。LED もついてるし正常に打ててるね。モード切り替えも問題なしだ。いい感じ。さあ今回の TD001G の修理はどうだったかな。今回は本体の購入価格よりも修理費の方が高くなっちまったな。修理に勝ち負けはないけどなんだか負けた気分だ。それじゃあまったね。